本日の動画は視聴者様からご提供いただいた計110のジャンク部品を修理します。ちょうど動画のネタがないので動画をしばらくお休みする予定でしたが、ネタをご提供されたからには動画を作らないと罰が当たりますね。ご提供品はサーボ部品のジャンプと受信キーボード、ESC、モーターなどです。モーターに謎の暗号が書かれています。ギアがたくさんあります。私はサーボセイバー加工してるのでギアの破損の経験はありません。これが本日修理する受信キーボードと ESC です。詳しい故障の原因は聞いてないので、どうしてこうなったのかはわかりませんが、かなりひどい状態です。受信キーボードにも謎の暗号が書かれています。まずは ESC から見ていきましょう。今までにない壊れ方なので、ご提供者様に聞くと、コネクターケーブルを再ハンダするときに逆接したそうです。パルス信号の回路周りのチップ部品が焼け落ちてます。0402チップの多くが外れていますね。これは部品がないので直せません。楊枝の先とチップ部品の大きさを比べてみると分かりますが、非常に小さなチップ部品です。老眼には直せませんね。IC にもダメージがいってる可能性があります。基板をお掃除しました。基板のパターンが焼損していないので、少し修理に希望が出てきました。ただ、回路図がないので、使われているチップ部品の抵抗値や容量がわかりません。この抵抗は垂直に立っていますね。まだ若い抵抗のようです。ジャンク基板の中に同じ抵抗値の0402チップがありましたので、移植してみます。この小さいチップのハンダ付け動画を撮影するシステムがありませんので、ハンダ付け動画はありませんが、YouTube 動画に0402チップのハンダ付け動画がいくつかありますので、チャレンジしたい方はその動画を見ると良いです。0402チップのハンダ付けが完了しました。なかなか大変な作業でした。動画撮影をしながらやるにはお高い顕微鏡カメラなどが必要でしょうね。あとはケーブル類を取り付けて完成です。完成しました。作動確認してみましょう。動きません。テスターで調べてみたら、この2つの FET が異常な数値でした。この部品は持っていないので、部品を注文して届いたら交換してみます。この四角い FET の交換動画も撮影するつもりです。このタイプの FET の交換はやったことがないので、面白い動画になるかも。気を取り直して計110受信キーボードの修理をします。受信キーボードの修理は全焼中なので、これも治ると思いますが、どうなるでしょうか。これもすごい状態です。バインドスイッチの横の電源入力用のコネクタがなく、パターンも剥がれてるようです。プラスのランドも剥がれてますね。インダクターコイルもなくなっています。この受信キーボードの詳しい故障原因は聞いてないのですが、ショート系の故障かもしれないですね。謎の暗号がピンクのマーカーで書いてありますが、とても謎です。あらあら、
ダイオードが曲がっています。このハンダの大きな玉はどうしてついたのでしょうか。先ほどの電源入力用のコネクタの裏側ですが、さらにひどくなってます。極小のチップ抵抗も曲がっています。このままでは実態がはっきりわからないので、お掃除をします。電源入力用のコネクタのプラスのランドが剥がれてます。ここからパターンを通ってサーボのプラスに電流が流れますが、これではサーボに電源が供給されませんね。鉛フリーハンダを溶かすほどの熱が発生したようです。ここのパターンも焼損してます。断線ですね。裏と表のパターンがサーボに電源を供給してるようです。サーボを動かすだけならどちらかが通電していれば良さそうです。ここにあったハンダの塊はお掃除の時に取れました。とりあえず一つ一つを解決していくしかないですね。先生、レアーズがありません。うるさい。黙って見ていろ。先生、水面一つが止まりました。モーター遅れです。まだ直せる。黙っておれ。いつもと違うアイキャッチで驚かせましたが、不採用にしたアイキャッチを流してみました。そんなことはどうでもいいのですが、基板をお掃除しました。電源のプラス周りのパターンの剥がれがありますが、思ったほど深刻なものではないようです。最初に見たときは、この動画の基板を超えると思いましたが、超えてませんでしたね。裏側の極小チップ抵抗も元に戻し、パターンが焼損した部分も直しました。コネクターのハンダ付けは過去の動画でもやりましたので、バインドスイッチのハンダ付けの動画を撮影しました。修理した受信機ボードの作動確認をしましょう。コネクタ、バインドスイッチ、インダクターコイルとパターンの断線を修復しましたが、IC などの再ハンダはしていません。ショート防止のためにソルダーレジストでコーティングしています。電源オン。赤 LED 点滅。バインドスイッチオン。バインドしました。安定化電源の電流が低く設定してあるので、モーターが回りません。モーターが回りました。問題なさそうなので、バッテリーをつなげてみます。
大丈夫です。3番コネクターのサーボ動きます。2番コネクターのサーボ動きます。1番コネクターのサーボ動きます。テールモーター動きました。問題なさそうですね。あとはアンテナがブラブラなので交換します。最新の K110S に搭載してテストしてみようと思います。ちなみにこの受信機ボードはこの動画で修理したものです。最新の機体に最悪の故障修理ボードを搭載してテストしてました。全く問題なく作動しています。受信機ボードを乗せ替えました。アンテナもたくましいものに交換しました。見違えるほど綺麗な受信機ボードに変わりましたね。それではテスト飛行をしてみましょう。これはフリマで売ってるものを搭載してトリムモードでトリムを取った状態ですが、安定がなかなか良い受信機ボードです。私の所有ボードの中でもトップ5に入りそうです。ご苦労されたボードは安定が良い傾向があります。あくまでも個人的な意見ですが、安定がいいので1分で機体発見ブザーが鳴りますね。ということで視聴者様からご提供いただいたジャンク品を直す動画でした。